この会見で特に見てほしいポイントは大きく7つです。まず、引退を伝える冒頭の涙。そして、金メダルの後に、このままでは終われないと感じた引退決断の理由。さらに、ショート後の涙から大逆転のフリーへ向かった舞台裏。7年間を支え合った2人が内輪に込めた感謝の言葉。後半では、引退を決めていく時系列。プロとしてペアを広める未来。指導者として日本のペア界を育てる思い。そして最後に、2人が選んだ一文字。努力。気になる場面へ、画面のタイムコードへスキップしてご覧ください。大変お待たせいたしました。ただいまより、三浦璃来・木原龍一、りくりゅうペア引退会見を始めさせていただきます。本日は多くのメディアの皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございます。本日の進行を務めます山口と申します。よろしくお願いいたします。それでは会見に先立ちまして、2人のこれまでの功績をたたえ、花束を贈呈させていただきます。贈呈は株式会社木下グループ木下直也代表取締役社長より行います。それでは三浦璃来選手、木原龍一選手、木下代表、ご登壇ください。少しお写真を撮らせていただければと思います。正面の方に向かっていただけますでしょうか。はい、では少し向かって右側の方を向いてください。では向かって左側の方をお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後、後方ムービーカメラの方にお願いいたします。ありがとうございます。それでは三浦選手、木原選手、木下代表、ご着席をお願いいたします。それでははじめに三浦選手、木原選手よりご挨拶と現役引退についてお話しいただきます。はい、皆様、この度は私たち三浦璃来・木原龍一組のもう泣かないで引退会見にお越しいただき誠にありがとうございます。私たちは結成当初からたくさんの方に支えていただき、これまで走り抜けることができました。本日は支えていただいたすべての方に感謝と、私たちの競技についての思いをお話しできればなというふうに思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。三浦璃来、木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退する決断をいたしました。本当にいつも温かく支えてくださったファンの皆様、本当にペアを結成当初から支えていただいた木下グループの皆様、本当にスポンサーの皆様方、そして連盟の皆様、いつもポジティブに支え続けてくれたブルーのコーチをはじめとするチームオークビルのコーチングスタッフの皆様、友人、トレーナーの方々、そして家族、そしてりくちゃんに本当に心から感謝したいなっていうふうに思います。僕自身本当に何か特別な力を持っているスケーターではなかったと思うんですけれども、何か困った時にいつも助けてくださる方々が僕たちの周りにはいっぱいいました。
その方々のおかげで自分たちはここまで来ることができました。本当にありがとうございました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではこれより報道関係者の皆様よりご質問を受け付けたいと思います。まずはフィギュアスケート分科会を代表して NHK 様より代表質問をお願いいたします。よろしくお願いします。 NHK の田谷良平と申します。代表で5つほど質問させていただきます。1つ目です。2月の末に3月の世界選手権の欠場を表明してから、引退の表明までおよそ1ヶ月半あったと思います。この間どのような、話し合いがあって、どのような経緯で、またどのような要因で引退に至ったのか、お二人ずつ、三浦選手から順にお伺いできますでしょうか。そうですね、私たちは、今シーズンの初めから、引退をするかもしれないっていう風な気持ちを持ちながら滑っていました。ショートで5位スタートになってしまった時はこのままでは終われないっていう思いから、あともう4年やるかっていう話をしていたんですけど、フリープログラムでは自分たちの積み重ねてきたものを信じて全てを出し切ることができたので、もうすごくやりきった思いがあったので、そのオリンピック終わった時点で世界選手権出場欠場を決めていて、引退することもう決めていました。本当にそうですね、昨年の5月頃から自分たちの中で今シーズンが最後になるっていう思いが強かったので、もうオリンピックを終えた時点で自分たちは全てやりきったなっていう思いが生まれていたので、もうそのオリンピックが終わった時点で自分たちはもう現役が終わりかなっていうふうに考えていました。そしてその後オリンピック後に日本に一度帰国した際に代表にお話しさせていただき、今後のことなどもいろいろお話しさせていただきました。ありがとうございます。2つ目です。2019年にお二人ペアを結成されてからおよそ6年の現役生活だったかと思います。今現役を終えられるというところで、この6年を振り返ってですね、最も印象的だった試合、演技、もしくは出来事だったりですね、その瞬間瞬間の練習の、失敗だったり成功だったりいろいろあると思います。この6年間で最も印象的だった出来事、演技、試合、一人ずつお伺いできますか。結成当初から3ヶ月で出た、日本グランプリシリーズの日本大会で、私たちはその前にミニマム取得をするかっていう話をいただいていて、コーチからは、いや試合に行くよりも練習を積んでそのグランプリシリーズ日本大会で一発でミニマム取れるように頑張ろうって言った話をいただいて、トレーニングを優先して3ヶ月で日本大会に出場したんです。その時に4大陸のミニマムが取れたらいいねっていう話をしていたんですけど、一発で世界選手権のミニマムを取ることができて、その時は私たちでも日本人同士のスケーターでも世界に通じるかもしれないって言った思いが芽生えた初めての試合だったので、すごくそれは覚えています。オリンピックが一番印象に残っているかなっていうふうに思いますし、ミラノまで本当に自分たちがしっかり準備をしてきて、団体戦の個人戦のショートプログラムまでは自分たちの中で本当にしっかりとプラン通りで進められたんですけれども、本番でリフトのミスが出てしまって、そこから自分の気持ちも崩れてしまったんですけど、でそこからさまざまな方に支えていただき、ようなフリーを滑ることができましたし、いつも支えて
どちらかといったら僕が引っ張るタイプだったと思うんですけど、リキちゃんが僕を本当に引っ張ってくれて、リキちゃんがいなければ試合ってなかったですし、これが7年の積み重ねなんだなというふうに思いましたし、ショートプログラム終わった時点で点数が出た後裏に移動した時に、僕はもう正直すごいショックが大きすぎて、なんでこの場でこんなのが出てしまうんだろうっていうのをすごくつがいで泣いてたんですけども、本当にさまざまな方に支えていただいて、小林さん、連日本助連の小林さんにも、あんた金取るんでしょっていうふうに言わせていただいて、いつもお世話になっていた渡辺トレーナーさんにどう終わらせるかと、まだ終わってないっていうお話をいただいて、コーチのブルーノからもまだ試合終わってない、野球は9回の裏まで終わらない、ゆきちゃんからも自分たちが積み上げてきたものは絶対あるから大丈夫っていうふうにお話をいただいて、改めて自分は一人じゃなくてたくさんの方々に支えていただいてここまで来たんだなっていうのを本当に感じた試合でした。ありがとうございます。方々の感動を呼んだと思います。三浦選手は2回、木原選手は4回これまでオリンピックに出場されていますが、このオリンピックというもの、このオリンピックという舞台をですね、それぞれが一言、ワンフレーズ、一言でも結構ですが、表現するならばどういう言葉が当てはまるでしょうか。そうですね、やっぱり私の中で一番心に残っている言葉は一番最初に出たオリンピックで、やっぱり4年に一度の一番大きな試合ですごくこう緊張していたんですけど、牧原さんからオリンピックも普通の試合と変わらないんだよ、オリンピックだからといって採点が変わるわけでもないし、出場する選手が変わるわけでもない、普段通りの練習と同じようにオリンピックも臨めばいいんだよって言った言葉が私は一番救われて、その1度目のオリンピックでも自分たちらしい演技がすることができたかなというふうに思ってます。僕は正直涙かなっていうふうに思ってます。初めて出場させていただいたソチオリンピックもその世界との壁を痛感して、試合後にオリンピックパークでその母と会ったんですけど、母はその時はもう帰ってきてもいいよっていうふうには、日本に帰ってきたらっていうふうには話してくれたんですけど、やっぱりそこは僕が頑固だったので大丈夫と言いながら泣いてたんですけど、思い出してみると北京もそうでしたし、今回のミランもそうでしたし、必ず泣いてたのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。この引退で今回競技会の出場はこれで終わり、今シーズンで終わりということになると思いますが、これからも2人でペア種目を盛り上げていくことを常々おっしゃっていたと思います。一応ここで一つ区切りとしてですね、これまでの活動に対してお互いにそれぞれ何か言葉を掛け合うことがあるとしたら、どんな言葉をかけるでしょうか。そうですね、なんだろうな、団体戦の内場にもお互いメッセージ、みんなにメッセージを書いていて、やっぱり私から木原さんへの思いがあふれすぎて、書いてる時も泣きながら書いてたんですけど、その時に書いたメッセージは私と組んでくれてありがとう、オリンピックの今が一番最強だよって、自分の積み重ねてきたものを信じてやれば大丈夫、私たち陸流らしく笑顔でスピードでやりきろうみたいなことを書いてたんですけど、なんかそれを見ながらオリンピック期間中すごく頑張ってこれて、木原さんからのメッセージにもすごく心を支えられていて、もうなんだろうな、この木原さんと組んだ7年間はもうアスリートとしてだけじゃなくて、もう一人の人間としても成長することができたので、この7年間
っていうのはもうかけがえのない時間だったなっていうふうに思ってます。2019年に本当に力ちゃんの方からお話をいただいて、正直多分声をかけていただけなかったら僕は引退してたと思うんですけども、本当にあの日声をかけてくれたことに本当に心から感謝してますし、力ちゃんとじゃなければやっぱり僕たちはここまで来れなかったと思います。もう今感謝しかないですし、やっぱり本当に最高のパートナー出会えたことに心から感謝しています。ありがとうございます。代表から最後の質問になりますが、これから、ますますペア種目を盛り上げていきたいというところを踏まえた上で今後の活動について、お伺いしたいと思います。今後の活動とそれに向けての意気込みと、お二人からお伺いできればと思います。はい、今後はプロとして活動させていただくことを予定しております。また今後なかなか自分たちが日本の皆様にペアの技を、ペアというものをお見せする機会が現役中は限られてしまっていたので、今後、まだ細かい内容は決まってないんですけれども、今年中にいろんなところを回ってそのペアの技をお見せしたい、どんな形になるかわからないんですけども、スケート教室なのかちっちゃいショーなのかわからないんですけども、そういったものをやっていきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。それではここからは皆様よりご質問をお受けいたします。多くの方からのご質問をお受けするため、お一人一問とさせていただきます。私よりご指名させていただきますので、最初に媒体名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いいたします。それではご質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは中央ブロック前から2列目の方、お願いいたします。毎日新聞の倉沢と言います。この度本当にお疲れ様でした。りくりゅうの2人が世界で戦えるってことを本当にオリンピックでも証明していただいたと思うんですけれども、2人を見て憧れる、未来のスケーターたち、ペアをやってみようというスケーターたちも出てくるかと思います。本当にその、未来のスケーターたちに向けてですね、ペアをやるスケーターたちに向けてそれぞれ言葉をかけるとしたらどんな言葉をかけるかっていうのをちょっと教えていただけますか。まずはやっぱりペアって楽しいんだよっていうことと、まずは最初は考えすぎずにやっぱり楽しむっていう気持ちがすごく大切だと思うので、やっぱり考えすぎちゃうといろいろなネガティブな部分も出てくると思うので、まず初めは、ペアってすごく楽しいんだよっていうことを純粋に伝えたいかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱりそのペアの第一にやっぱり楽しいんだよっていうことを伝えたいですし、一人じゃ乗り越えられない壁を二人だと乗り越えられる時があるんだよっていうことをやっぱり僕はすごい伝えたいなっていうふうに思いますし、ペアっていう競技は本当に楽しいんですけど時間がかかる競技っていうのは正直あるかなっていうふうに僕は思ってます。本当に1日2日1年2年でうまくいかなくても心が折れなくていいんだよっていうことをやっぱり伝えたいですし、続けていけば必ず花が咲く時があるんだよっていうことを後輩っていうのかなには伝えていきたいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。それでは続いてご質問のある方は挙手をお願いいたします。それではこちらから向かって左側のブロックの前から4列目の方ですね。はい、バズフィードジャパンの相川です。りくりゅうのお二人お疲れ様でした。オリンピックではお二人の活躍は日本のファンだけでなくて世界のファンにも称賛されたと思います。海外のファンの皆さんに何かメッセージをお願いできますでしょうか。はい、私たちは日本の会場だけじゃなくて北米やヨーロッパの試合に行ってもホームのような
温かさで迎えてくださったり、たくさんの拍手や声援をいただいたりして、もうすごく私たちの支えとなっていました。もう本当にありがたくて、なんか国に行っても必ずこうあなたたちを応援してるよとか、そういった言葉もかけてくださって、お手紙もくださって、みんなたくさんの方に支えられて、私たちは海外の試合でもホームのように滑ることができています。とても感謝しています。本当に自分たちは日本のスケーターなんですけれども、その海外の試合に行くたびにいつもどの試合でも温かく応援してくださるファンの皆様方にいつも助けていただいてました。普通はその海外の試合に出場しますとアウェーを感じるときは普通はあると思うんですけども、僕たちの場合はどの試合に行っても本当に温かく応援してくださったので、本当に心から感謝してますし、やっぱりそのファンの皆様からの応援、海外での試合っていうのは本当に力になりました。本当にありがとうございました。それでは続いてご質問のある方、こちらから向かって右側のブロックの前から4列目の方。何番の野口です。人生の第2章スタートおめでとうございます。で、お二人のこれまでの活躍というのがもう今まで本当に2人の信頼関係の良さにあったと思うんですけれども、このお互いを信頼する秘訣というのを日本の皆さんに教えてください。で、今までどんなことがあっても必ず乗り越えて、こう意見が衝突する時があっても絶対それを乗り越えてから試合を迎えていた、その秘訣を教えてください。なんでしょうかね。信頼関係、やっぱり9歳差あるんですけど、お互い思ったことは隠さずにきちんと言うとかであったり、細かいことなんですけど、やっぱり信頼してくれるからこそ自分も信頼できる、そういったなんか繰り返しもあったのかなっていうふうに思いますね。あとはもう表情ではやっぱりぴったりだなっていうふうに思うんですけど、私生活では2人とも性格が真反対なので、それもこう一緒にいてなんか楽しいというか、新しい発見があるというか、そういったなんか全然違うからこそ一緒にいて楽しいので、なんかそういった積み重ねも信頼関係にすごく現れていたのかなっていうふうに思います。ちょっと難しいんですけど、やっぱりお互いの行動を近くで見てきたので、やっぱりどれだけ口でポジティブなことを言ったりいいことを言っても、やっぱりその行動が伴ってないとお互いを信頼することっていうのはできなかったと思うんですけども、近くで努力する姿をお互い見てきたので、やっぱりその行動を見てきたことが僕たちは信頼につながったのかなっていうふうには思ってます。それでは続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。では中央ブロックの前から3列目の白いシャツの方。共同通信の藤原です。本日よろしくお願いします。冒頭の方で三浦さんから引退に至った理由っていうのをご説明いただいたんですけども、お二人の中で、どのタイミングでこの引退を決めるお話し合いがあって、どのようなやり取り、現役をまだ続けたいというお互いどちらかは思ってたのかどうかはちょっとわからないですけど、ちょっと具体的なやり取りをお聞きできたらと思います。少しずつ話が出始めたのは去年の世界選手権で2度目の優勝をすることができた時ですね。そこからフリープログラムの作成、振り付けに入った時に、初めは違う曲で振り付けが始まっていたんですけど、やっぱり最後のシーズンになると2人は分かっていたので、どうしても滑りたかったグラディエーターで滑りたいと振付師のマリー先生にお話をして、その時はマリー先生にもオリンピックで最後になるかもしれないっていう話をしていたので、じゃあ分かった、
私たちが滑りたいグラディエーターで振り付けをしてくださって、なんか今シーズンは普段私たちはスケートのための生活を常にしていたんですけど、この1年っていうのはもう自分たちで言うのもあれなんですけど、もうオリンピックに向けた体作りであったり、そういったものはもう徹底してやっていたので、だからこそショートプログラムの失敗ではこんだけやってきたのにスカートが滑ってしまって、リフトが10点あるところもう3点ぐらいしか取れなくて、この積み重ねは何だったんだろうって言った涙でしたね。その時は皆さんにお話しすることはできなかったんですけど、やっぱり裏にはそういった思いがあったので涙も止まらなくて、でもそこからよくフリーでは切り替えてやってきた練習を全て出すことができて、今では本当に積み重ねてきたものっていうの大切さに改めて気づくことができました。ご質問もう一度おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。僕答えます。すいません、もう一度お願いします。引退決めたきっかけが時系列そうです。お願いします。本当にニクちゃんからお話があったように、去年の一昨年かボストンの世界選手権、去年かなで優勝した時にもうこれが最後の世界選手権なのかもなっていう思いが2人とも出てきまして、オフシーズン練習を進めていく中で、もう来シーズンが最後になるかもしれないねっていうのを常にそういった話し合いをしてきて、その振り付けも先ほどお話がありましたが、一度違う曲で話が進んでいたんですけれども、やっぱり自分たちが最後になるっていう予感がしていましたので、振付師の方にやっぱりこのグラデーターで振付師の方とそのコーチの方と本当にはもう最後になるかもしれないが絶対この曲がいいっていうのをお話しさせていただいて滑ることになりました。何度もメディアの方にご質問いただいてたんですけど、本当のことは言えなかったんです。そういった思いがあったのでその曲を選ばさせていただいて、そして試合が進むにつれて自分たちの中でもこの試合、このグランプリは最後かなっていう思いを常に抱えて試合に臨んでいました。そして、オリンピックですね、本当に自分たちの中で優勝して絶対終えようっていう思いは持っていましたので、優勝した時点でもうこれは引退だねっていう話をすぐして、自分たちの中ではもうその考えは固まっていました。オリンピック期間中なんかもうずっと最後は私がずっと泣いてたんですけども、やっぱりその思いの中にはもうこの試合が最後っていうのは分かっていたので、本当は正直にはお話できなかったんですけど、やっぱりその最後って分かってたのもその涙の原因だったんですよね。あとは普段トレーナーさんに教えていただいたほぐした方がいい筋肉があるので、そのマッサージをリクちゃんの方に試合前もよくしていたんですけども、それをやりながらこれが最後なんだなっていうふうに思いつつ、それでまた泣いていたんですけど、それも当時はお話できなかったんですけど、そういった思いもあってひたすら泣いてました。それでは続いてご質問のある方では、向かって左側のブロック、端の白いシャツの方ですね、後ろから3列目ですかね。関西テレビの坂本と申します。本当に感動ありがとうございます。お二人にはお伺いしたいんですけれども、競技を離れるということで、おそらく我々には想像つかないようなトレーニングであったり練習量、日々のものすごい節制があったと想像しています。でそこで競技を離れるとなると、今プレッシャーから解放されたような気持ちがあるのか、安堵の気持ちがあるのかないのか、あるいは寂しさなのか、どういうお気持ちなのか改めてお伺いしたいのと、ショーは続けられるということですけれども、そこに対して生活が大きく変わりそうなのか、そのあたり可能な範囲で結構なんですが教えていただけましたら幸いです。はい、普段の試合のシーズンでしたら、今がやっとシーズンオフなんですけど、
次のシーズンに向けた振り付けなどが入ってきたり、私たちの場合だったらすぐにカナダに帰って練習を再開したりっていうものがあるんですけど、やっぱり引退して、少し生活が変わって、やっぱり寂しい気持ちもあるんですけど、やっぱりどっちかというとこうやりきった思いの方が強いので、今はこう違ったテレビ出演であったりとか、そういったものをペアを広めるきっかけとしてすごく楽しんで挑戦させていただいてます。なんですけども、やっぱりアイスショーのためには体作りを常にしないといけないのではい、体作りはしないといけないです。やっぱりペア競技なのでお互い負担、うるさいはい、筋トレします。そうですね、確かにその競技生活からのプレッシャーっていうのは本当に今なくなって、このシーズンです、今の時期ですとその来シーズンのことを考えて動かないといけない時期でしたので、振り付けだったり曲どうしようかなっていうプレッシャーはもちろんあったんですけど、今はプレッシャーというのはなくなりました。ただ今後そのプロとして活動させていただくので、トレーニングというのはやっぱり継続して安全にペアの技を行うために継続してトレーニングをしていかないといけないので、続けていきたいなっていうふうに思ってますけど、やはりここ最近しっかりと練習できていなかったので、少しずつ確かに体重が増えてきたので太りたくないなっていうそのプレッシャーは今出てきてます。初めてちゃんとしたスーツを作ったので、これが太って着れなくなってしまったらどうしようっていうプレッシャーを今持ってます。では続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。では向かって右側のブロック前から4列目の白いシャツの方。スポーツコミュニケーションズの沖と申します。お疲れ様です。2人が思い描くフィギュアスケートペアにとっての芸術性とは何なのかということをお聞きしたいのと、またそれをアウトプットするためにどういうことを心がけていたのかお聞きしたくて質問いたしました。よろしくお願いいたします。ペアスケートにおいてそういった芸術性をリンクで表現するというものにも必ず信頼関係が伴ってくるのかなっていうふうに思っています。やっぱり日々の積み重ね、練習やトレーニング、食事管理であったり、そういったものを自分だけじゃなくてお互いに気をつけないといけないので、やっぱり時間はすごくかかったのかなっていうふうに思うんですけど、私たちも自分たちなりの陸流らしさを残しつつ芸術性を表現していけたかなっていうふうに思うので、なんだろうな、その中でもやっぱり私たちらしさを強く出すことに私たちはすごくフォーカスしていたのかなっていうふうに思います。そうですね、すみません、あまりいいお答え回答ができないかもしれないんですけども、自分たちっていうのはあまりその芸術性に意識して取り組んでなかったよね。そのどちらかといったらそのままの自分たちを出すっていうようなスタイルでしたので、特別何かその意識していたことはなかったんですけど、ただその中でも自分たちが楽しむっていうことを大切に現役期間中はやってきていました。ただその楽しめていない期間っていうのはなかなかその自分たちがうまいいい結果も残せませんでしたし、よくしようと思うと逆に空回ってしまって楽しめない時期は多分皆さんご存知だと思うんですけど、少しよくなかったと思うんですけど、その一番原点である楽しむっていうことに戻れた時、その自分たちの良さが出たのかなっていうふうには思っています。では続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。ではこちらから向かって左側後方ブロックのもう一度挙手をお願いしてきますでしょうか。はい、茶色のジャケットを前から3列目ですかね、茶色のジャケットを着られている方。
フジテレビの笑顔です。お二人本当にお疲れ様でした。冒頭、木原選手は思いも込み上げてらっしゃったと思うんですけれども、お二人それぞれ約20年、29年と競技生活に終止符を打つということで、改めてお二人にとってスケートから学んだことであったり、スケートとはご自身にとってどのようなものかを教えていただきたいです。そうですね、20年間たくさんの方に支えられて、やっぱり幼少期っていうのは自分自身に精一杯で、やっぱり感謝をするっていうことができていなかったんですけど、今の年齢になってやっぱり家族であったり、そういったサポートっていうのはすごくしてもらえてたんだなっていうふうに改めて感じて、なんかスケートを通して成長することができたので、その考え方の変化であったり、物事を何かこうくじけそうな時があっても頑張り続けられる、そういった気持ちであったり、気持ちの面での成長が大きかったかなというふうに私は思ってます。そのメンタル面での成長もすごく大きかったと思います。やっぱり最初私はもう毎試合泣いていたんですけど、木原さんのサポートも、コーチやトレーナーさん、チームメイト、連盟さんであったり、たくさんの方にサポートいただけて、今回のオリンピックでは私史上一番強くなれたのかなというふうに思ってます。もう僕にとってスケートっていうのはやっぱり人生そのものだったかなっていうふうに思います。4歳から始めて、もう生活の中に当たり前にあったものなので、やっぱりなくてはならない存在、ただ現役は引退するんですけども、プロとして活動させていただきますので、まだまだそのスケートと長いこと続けていきたいなっていうふうには思ってます。スケートから本当に学べたことっていうのは、やっぱり何事も諦めないことの大切さが本当に学べたかなっていうふうに思います。本当に僕のスケートキャリアの中で最初からトップにいたっていうことは本当になくて、常にその下からのスタートでした。本当に何度も何度ももう無理だなって思うこともあったんですけど、その中でも本当に自分の中でまだできるっていう自分が本当に少しだけでもいてくれたので、毎回諦めることもなく長年続けることもできましたし、やっぱりたくさんの方々に支えていただいているんだなっていうことをすごく学べました。やっぱり何度もお話しさせていただいたんですけれども、いつも助けてくださる方々たくさんいましたので、それは当たり前ではないんですけど、本当にそういったことに心から感謝したいなっていうふうには思いました。続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。では向かって中央ブロックの前から4列目の方。日刊スポーツの藤塚です。今後について質問させてください。指導者への思いっていうのもお二人それぞれお話をされてきたかと思います。まずはプロ活動っていうことだとは思うんですけれども、具体的にいつ頃から、指導者人生っていうのを歩み始めたいっていうふうに考えていらっしゃるのかで、具体的にどんな指導者になっていきたいのかっていう思いについてお聞かせください。そうですね、引退をすると思いながら滑り続けて、その時はもう引退したらすぐにコーチになりたいなっていうふうに思っていたんですけど、今年からコーチの資格を取らないといけないっていうふうな話をいただいて、現実的に考えてまだコーチングのそういったどうやって指導するのかとか、まだまだ私たちは学ばないといけないことがたくさんあるというふうにお話をいただいて、コーチングをする
っていうのはもうだいぶまだ時間がかかると思っています。将来的には私たち自身たくさんのコーチがいたんです。そのメインのブルーのコーチ、サブのメーガンコーチ、アイスダンスのコーチでたくさんのコーチがいて、技術だけじゃなくてお互いの関係なんて言うんですかね、そのお互いの喧嘩をしたときにそうやって間に入ってくださるコーチであったりそういったコーチがたくさんいたので、私たちも技術だけじゃなくてそういった生徒一人一人をきちんと見て寄り添え合える、メンタル面でもサポートができる、そういったコーチになりたいなというふうに思ってます。そうですね、先ほどお話しさせていただいたんですけれども、しばらくはその日本の皆様にペアを知っていただくっていう活動をしていきたいなっていうふうに思ってますので、しばらくその活動も時間もかかると思いますし、指導の勉強だったり資格の問題で、4、5年かかるのではないかなっていうふうには思います。その中でも資格の範囲内でもしできることがあれば、その指導のお勉強だったり実際のコーチングっていうのを勉強させていただきたいなっていうふうには思ってます。自分たちはいろいろ怪我があったりいろいろなことを経験させていただいたので、その経験を生徒たちに伝えていけるように、そしてその技術だけではなく食事だったりそのメンタル、そういった部分のサポートも一緒にやっていきたいかなっていうふうに思います。現役時代技術だけでは勝てないっていうことをたくさん学びましたので、その栄養だったりメンタルというのはこれから大切になってくると思いますので、そういったことも本当にサポートしていきたいなというふうに思ってます。続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。右側のブロック一番後方の端の方ですね。 TBS の中村です。この度は現役生活お疲れ様でした。ペア結成から7年の間でさまざまな感動を与えてくださったと思います。きっとこのりくりゅうペアはこれからも続いていくと思いますし、永遠の存在だと思うんですけれども、逆にこれからの7年あるいは10年後20年後とこのお二人だったりこの日本スケート界、どのような未来予想図を描いていますでしょうか。そうですね、私がペアの世界に入って11年経つんですけど、やっぱり全日本選手権では表彰台が埋まらない時期がすごく多かったんです。そういったことを私たち経験をしていたので、将来的には自分たちの生徒だけでも表彰台を埋めたいなっていう風な気持ちは強く持ってます。そうですね、本当にまだまだその日本のペアスケーターの方っていうのは少なくて、その全日本でも1グループっていうのが当たり前になってしまっているので、将来的に2グループ3グループできるようなその日本になってほしいと思いますし、僕たちはそのためにも今回のオリンピックだけで終わらずにプロとしての活動にはなると思うんですけど、もっともっとそのペアを知っていただいて、そのスケートの入り口がシングルの方ではなくて、ペアスケートを見て将来的にペアをやりたいから今スケートをやってるんだよっていう本当に増やしていきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。続いてご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。中央ブロック一番後方の左側の方ですね。テレビ朝日の竹山と申します。この度は大変お疲れ様でした。お二人が走ってきた日本ペア界のバトンっていうのは今後後輩たちにつながれていくと思うんですけど、その筆頭を走るのがユナスミペアだと思うんですけども、その二人に期待すること、またお二人の競技生活を経て伝えておきたいことがあれば教えてください。そうですね、ユナスミペアにはよくお話をするんですけど、
持ってるものはもう世界トップのペアとも変わらないと思うんです。やっぱり私たちもそうだったんですけど、たくさんのことを経験していって気持ちの面でもすごく強くなれる部分があったので、そういったお話はたくさんさせていただきました。あとは経験を積むだけだと私自身は思っているので、私たちもそうだったんですけど、失敗を恐れずにもうたくさんのことを経験していろんなことを吸収していってほしいなっていうふうに思ってます。本当に彼らは近い将来世界大会でメダルを取れるというのは確実にそういった日は来ると思いますので、とにかく怪我に気をつけて続けていってほしいですし、森口君の方にはよくお話しさせていただいて、その若い時からとにかく食事に気をつけなさいということをお話しさせていただいていて、自分はあまり若かった頃っていうのはそういったことに気をつけてこなかったので、やっぱり彼にはそういった失敗をしてほしくなかったので、もう早い段階から栄養士の方と相談して食事を見直した方がいいよっていうのを伝えましたし、その肩のインナー、自分が怪我が多かったので、そのペアの習い始めからこれは伝えてたんですけど、とにかくインナーをしっかりやるようにっていうことを伝えてました。本当にあとはもう自信を持ってやるだけだと思うんですね。持っているものは本当にワールドクラスのものなので、とにかくその自分を疑わずにどんな時も自信を持って試合に臨んでいってほしいなっていうふうに思います。絶対彼らは、メダル取れると思うので、本当に心から応援させていただいています。続いてご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。では、こちらから右側のブロック前から4列目中央の方。ありがとうございます。文化放送の田中と申します。陸ペアのお二人お疲れ様でした。現役を離れることを決意されまして、少し日が経ったと思いますけれども、ご自身たちのもう客観的に見ることは今できているでしょうか。なぜ世界一に立つことができたのか、どのように感じていらっしゃるか、聞かせていただければ幸いです。お願いします。そうですね、やはり2人ともカナダを拠点にしてオリンピックに向けた一切の隙のない生活をしてきていて、でも当時は今年はそれも苦じゃなくて、やっぱりその生活があるからこそ結果を出すことができるっていうのは自分たちの中で分かっていたので、その辛いトレーニングや食事生活も続けてこれたのかなっていうふうに思いますし、その生活があったからこそオリンピックのショートプログラムで失敗をしても、積み重ねてきたものがあるから私たちなら大丈夫っていう、そういった自信につなげることもできたのかなっていうふうに思います。やっぱり日々自分たちがやらないといけないことを一切妥協せずに毎日続けることができたっていうことが今回の今回というこの自分たちのキャリアにつながったのかなっていうふうに心から思ってます。やっぱり2人ともすごいストイックでしたし、自分で言うのもなんなんですけど、本当に全てスケートのためにっていうことを徹底して行動することができたんで、本当にそれを継続する能力、継続することができたことが大きかったのかなというふうに思います。能力的には本当にもっともっと素晴らしい方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけど、その中でも自分たちは同じことをやり続ける、ちゃんと自分たちでメニューを決め、コーチともそうなんですけど、それを継続してやり続けることができる能力が本当に優れていたのかなというふうには思います。続いてご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。中央ブロック前から3列目の方。共同通信の藤原です。何度もすいません。これまでもお二人はペア大国にしていきたいとおっしゃられてましたけども、その中で将来的に、日本でなかなか今
ペアの選手が出てこれない環境がある中で、その環境をどう受け止めていて、それを踏まえて将来的にどんなビジョンを描いているのか、例えばそのリクリューアカデミーみたいなのを作るのかであったり、その辺木下代表とかと含めてどういう話とか、木下代表自身どういうビジョンを持たれているのかっていうのをお三方にちょっと説明いただければなと思ってます。ですね、将来的にはその2人に、将来的というか、もともと2人には引退したらコーチやってもらいたいという思いがあったので、将来的にはそのいつかアカデミーを、2人のアカデミーを作りたいというのは思っております。でも先ほど2人にもあったように、コーチとしての勉強だとか、その資格の問題ありますので、ここについては時期は未定ですけど、将来的には、そういうことを考えています。そうですね、私たちがペアを始めた時は日本にそういったペアのコーチがいなかったので、すぐに拠点を海外に移して練習トレーニングに入ったんですけど、やっぱりこれからのそのペアを広げていくにあたって、そういったその海外拠点にするっていうのはすごく難しいことだと思うんです。私たちもすごくその海外拠点は言葉の壁もありましたし、すごく大変な思いをしたので、そういった壁は今後なくしていきたいなっていうふうには思っています。練習環境の方はやっぱり自分がペアを始めた時に比べて本当に良くなってきて、そのペアをやる環境というのはアイスダンスだったり整ってきていると思うんですけども、やはりそのペアの指導者の方が日本にはいらっしゃらないので、そのペアを初めてやりたいっていうふうに思った子がまず最初のステップが海外に行かないといけなかったので、やっぱり今もそうかもしれないんですけど、そのハードルっていうのは非常に高くなってしまっているのかなっていうふうには僕自身感じていて、やっぱりその時間はかかると思いますけど、私たちがその指導者になるっていうのはまだ数年 4,5 年かかるのかなっていうふうには思ってますけど、もしその将来指導者になった時、その最初の一歩が逆に国内にできるようになるので、そのハードルっていうのは非常に下がりますし、本当にやってみようっていう子が増えていくんじゃないのかなっていうふうに思ってますし、増えていってほしいなっていうふうに思ってます。それではお時間の関係で残り2問とさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。では中央ブロックの前から2列目左側の黒いマスクをされた。ワールドフィギュアスケートの浜田です。引退おめでとうございます。ちょっと砕けた質問になってしまうんですが、いつもお二人改まった場所でスピーチをするときってすごく一生懸命練習をして暗記をして臨まれるというイメージなんですけれども、今回の会見のためにも想定質問を考えたりとか、そういう準備があったのか、そして頭から泣いてしまったことは想定内だったのかというところをお伺いできますでしょうか。それ以外にも今すごく何かを見て心が動くとか、ついジーンとしてしまうというような瞬間がこの引退した後の日々というこの期間にあるかどうかというところも教えていただけたらと思います。そうですね、最初ご挨拶の場面がございましたので、事前に2人とも練習させていただいてました。今日はリキちゃんは忘れた時用のメモを今日も持参してました。で、正直さすがに初めから自分が泣くことはないかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりその裏で代表だったり小林さんだったりマネージャーさんだったりいろんな方にまた裏で見送っていただいた時にもうスイッチが入ってしまいまして、リキちゃんにいや今泣くの早いでしょっていうふうに口を開けなさいっていうふうに言われたんですけどまさかそれは本当に想定してなかったですね、泣くっていうのは。ただやっぱり7年そしてスケートをやってきたこの期間の思いがありますので、全てその控室にいる時から初めてスケートを始めた時からのことを思い出して、もうその時点で気持ちは切ってましたね。ほぼ木原さんに言われましたけど、やっぱり思い出して
泣いてしまう場面がすごく多いのかなっていうふうに気がします。今シーズンはそういった場面がすごく多くて、なんかこう積み重ねてきた中に、試練があったりとか、そういったことを思い出して泣いている場面がすごく多かったなっていうふうに思います。なのでなんかもう涙もろいイメージがついてしまいましたねそう立場がね、私が引っ張っていく立場になってしまったね。では、続きは最後の質問とさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。では、右側のブロック前から4列目の黒いジャケットの方。J スポーツの沼倉です。現役お疲れ様でした。これまでの現役生活を振り返って難しいかもしれませんが、一言だったり漢字一文字だったり、そういったもので表現するとお二人はどの言葉をチョイスしますでしょうか。お願いします。なんでしょう、多分2人に言えることだと思うんですけど、努力かなっていうふうに思います。やっぱりお互いがペアを始めて、それまでの道のりでの努力であったり、そういったものがなければ私たちはペアを結成することもなかったので、ペアを結成してからもお互いがお互いのために努力し合える、そういった仲になったので、辛いことも2人で乗り越えてきたのかなっていうふうに思います。それがあったからこそオリンピック金メダルもでも取ることができたのかなっていうふうに思います。だから私は努力かなって思ってます。同じ僕も同じになってしまうんですけれども、努力かなっていうふうに思います。やはりお互いが努力している姿っていうのは見てきましたし、お互い見せてない部分もあったかもしれないんですけど、本当に一生懸命やってきた姿っていうのは分かっているので、それがなければ今の自分たちっていうのはここに座っていることできなかったと思いますし、本当にその努力の一言かなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上をもちまして質疑応答を終了とさせていただきます。改めて三浦さん、木原さん、お二人からメッセージをお願いいたします。はい、結成当初から私たちのことをたくさん支えてくださったすべての方に感謝を申し上げます。皆様の支えがあったからこそ私たちはここまで全力で走り抜けてオリンピックで金メダルを取ることができたと思っています。これまでの時間は私たちにとって宝物であり、今後にもつながっていくと信じています。今後の私たちもどうぞよろしくお願いいたします。本当にたくさんの応援をいただきありがとうございました。自分たちは本当にたくさんの方々に支えていただき、ここまで来ることができました。皆様の支えがなければ自分たちは本当に途中でもう消えていたかもしれないんですけれども、本当に皆様からのサポートがあったので、現役生活に一切の後悔を残すことなく引退することができました。本当にありがとうございました。
これからはプロとして日本の皆様にもっともっとそのペアを知っていただけるようにまた駆け抜けていこうと思っております。皆さんも一緒にぜひ一緒に走っていっていただきたいなっていうふうに思います本当にありがとうございました。それでは以上をもちまして会見を終了とさせていただきます。お三方が講談いたします。どうぞ拍手でお送りください。以上をもちまして本日の会見は終了とさせていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。